こんにちは。心理療法家、それから音楽療法家の橋本翔太です。今日お話ししたいことはですね、副腎疲労なんです。副腎疲労最近聞くようになりましたね。実は何を隠そう、私副腎疲労ですごい苦しんだ時期があるんですよ。当時はね、副腎疲労っていうのは全然メジャーじゃなくて、それに関する情報もね、治療法も病院も見つからなくてですね、だいぶ苦労しました。副腎疲労になると、うつのような症状が現れます。あるいは原因不明の疲れに悩まされます。気持ちが沈むだけじゃなくても朝も起きられないし体が疲れやすくてしょうがない。で、何なんだろうと思ってね、それこそうつだと思って薬物療法を始めたりするんですけど、よくならないなんていう場合があるんですが、あるいはね、心理療法で心のことをやってみたんだけれどもよくならないなんてことがあったりするんですよ。その原因として肉体から問題が起こっている。肉体の中でも副腎から問題が起こっていて、その心の不調や体の不調が起きてるんじゃないか。それを副腎疲労で大いに疑うべきなんです。でね、私が当時読んでた本でね、まずこれ、アドレナルファティーグ。日本語に訳されてます。これね、アドレナルが副腎、ファティーグっていうのは疲労、本当にひどい疲労という意味です。だからまさにアドレナルファティーグで副腎疲労ってことなんですね。それから他の本だとですね、この疲れることに疲れたら、この本もですね、副腎疲労について書いてあるんですね。でね、副腎疲労は端的に言うとですよ、体の臓器の中に副腎という臓器がありまして、その副腎というのがね、ストレスを感じた時にストレス対抗するためにコルチゾールというホルモンを作ってくれるんです。なので、通常な元気な人であれば、ストレスを感じた時に、もう嫌だなとか、悲しいなとか、怒りを感じたりとかね、要はストレス反応が起きた時に、その副腎からコルチゾールがちゃんと出ることによって、そのストレスを対処することができるんです。だから、何か嫌なことがあっても立ち直りが早いとか、引きずらないとかね、っていうことが起きてくるんですけども、副腎が疲れすぎて、コルチゾールが枯渇してしまう。つまりずっとストレスを感じていたり、後ほど話すね、低血糖症によって血糖値の乱れがあったりして、コルチゾールを無駄遣いしてしまうと、肝心な時にコルチゾールが出てこない体になっちゃうんです。この状態が、もう副腎が疲れ切ってコルチゾールが出せない状態、副腎疲労。そして何が問題かっていうと、そのストレスに対抗するためのコルチゾールが自分の体の中で作り出せなくなっちゃうので、メンタル的な部分でね、ストレスに対処できなくなっちゃうんですよ。で、メンタル的な部分だけじゃなくて、疲労の部分にも影響してくるってことなんですね。副腎疲労についてはね、最近検索してもいろんな情報が出てきます。で、残念ながら、副腎疲労は薬では治らないんですよ。薬じゃ治らないんです。この薬を飲んだら治りますよってものがないんです。だから私当時ね、絶望しましたね。でね、副腎疲労の検査方法は、まずね、コルチゾールをチェックすることなんです。コルチゾール。体の中からちゃんとコルチゾールが分泌されているかどうかをチェックすることが必要なんです。それでね、実は私ね、その副腎疲労かどうかもちゃんとチェックするために、コルチゾールの検査を受けに行ったことがあるんです。残念ながらね、保険は効きません。これ当時のね、検査キットなんですけども、こんな風にプラスチックの容器にこうやって渡されてね、唾液の中のコルチゾール量を測るんです。これが朝8時、そしてこれが昼の12時、そして夕方の4時、そして夜の12時。1日4回の唾液の中のコルチゾールの量を測ってね、コルチゾールのコンディションがどうなのかちゃんと分泌されているのか、それによって副腎の状態を測るってものなんですけども、当時私あまりにも体調が悪すぎて、もうね、この中に唾液を入れるパワーすらなかったんです。起き上がれなくて、朝8時なんて起き上がれないんですよ。辛すぎて。で、結局ね、
この検査ね、うん万円するんですけども、私この検査の申し込みしてもお金も払ってるんですけど、このね、コルチゾールの検査持っていけなかったんですね。なので未だにここにあるんです。あの時測ったら明らかにコルチゾールがね、分泌されてなくて、副腎疲労って出てたでしょうね。今お話した通り、この副腎疲労の治療っていうのは、もし病院でお願いする場合もですね、保険が効きません。検査一つ受けるにしても保険が効きません。だからこれね、その時のお金無駄にしちゃってるんですけども、かなりの万単位の、1万2万とかじゃない万単位の金額で、コルチゾールのね、検査があります。なので、検査に行ってもらってね、あなたは副腎疲労ですねって判断してもらうのもいいんですけども、今日はすぐにできる副腎疲労の対処法、治療法をご紹介していきます。治療と言っても先ほどもお話ししましたが、薬は飲めないんですよね。だから何ができるかっていうと、食事のアプローチをまずすることなんです。こういうね、副腎疲労系の本を読むのももちろん参考になるんですが、この中にも書いてあるんですけど、ストレスを減らしましょうって書いてあるんです。でも、ストレスを自分で減らせたら、問題ないですよね、そもそも。この現代社会において、ストレスを減らそうと思っても減らせないことに問題があるわけで、そうするとできることっていうのは、今現状でね、特に心の状態が苦しいとか、疲れがもうひどいとか、やる気が出ないって時に、できることは、やっぱり食事からのアプローチが第一なんですよね。でね、副腎疲労は実は重金属の蓄積によっても起こることが分かっています。なので、この重金属の検査も、手のひらにね、いろんな検査の機械を当てて、重金属のね、状態を調べたりとか、いろいろ方法があるんですが、その重金属の除去の話は今回はしません。はい。重金属除去以外の方法で、副腎疲労を回復させていく、食事の方法をお伝えします。これはね、実は私がずっとお話ししてきている低血糖症のためのご飯の食べ方と全く同じなんです、やり方が。言い方を変えると、低血糖症の人はこの副腎疲労を持っている可能性が大いにあります。ほぼほぼ同時に起こってるくらいじゃないかなと思うんです。なんでかっていうとね、下にリンク貼っときますけども、私低血糖症の仕組みの話をしてるんですが、血糖値が下がりすぎちゃうのが低血糖症ですよね。もう本当に気を失うほどの低血糖じゃないんだけれども、そこまではいかないんだけども、基準値よりも少し下がってしまう状態、そこにいつも行ってしまうのが低血糖症のね、症状なんですけども、血糖調整機能がうまくできてない状態です。その状態になってしまうと眠気をね、感じたりとか、その時に不安を感じたり、中にはパニックになってしまう人もいるんですけれども、なんでそうなるのっていうと、血糖値が下がった時に血糖値を上げるためにはね、ご飯を食べるか、ホルモンを使うしかないんです。で、ホルモンを使う時に、どんなホルモンを使うかっていうと、アドレナリン。これ不安の原因にもなります。ノルアドレナリン、やる気のもとです。そして、コルチゾールも使うんですよ。ですから、低血糖症、機能性低血糖症の人は、基準値よりも血糖値が下がっているときに、コルチゾールを無駄遣いしてるんです。ということはね、血糖値を上げるためにコルチゾールを使っちゃうので、肝心なストレスを受けたときに、コルチゾールを使ってストレス対抗する、ストレスを処理するっていうことのためのコルチゾールが間に合わなくなっちゃうんですよ。血糖値の上昇に使われちゃうから。だからまずしなきゃいけないのは自分の血糖コントロールなんです。食事をすることによって。この血糖コントロールについては他の動画でご紹介してますので、下のね、リンクから見てみてください。あるいは私も本の中でね、この血糖コントロールのための食事の仕方はたくさん書いてますのでね、それも参照してみてください。今日の動画ではその血糖コントロールについての食事はお話ししません。ただし、副腎疲労の回復として最も重要なのがこの血糖コントロールのための食事。糖質を制限していって血糖値を安定させる。血糖値を安定させるために必要な栄養素もサプリメントで補っていくことになってくるんです。ですから、機能性低血糖症の治療のための食事法。そして私もよくお話ししてるんですが、やる気を出したり、脳のね、コンディションを整えて神経伝達物質の生成を良くしていくための栄養の取り方っていうのはね、
もう副腎疲労の回復のための食事法としてそのまんま使えます。特にね、今サプリメントって言いましたけども、ビタミン C とか、それからね、ビタミン B 群、そして鉄分、それからアミノ酸、タンパク質ですね、が特に重要です。そして血糖コントロールのためには亜鉛ですね。鉄不足によってもメンタルに問題が起こってくるんです。その話もですね、別の動画でしてますので、リンクも貼っておきます。ですから、鉄をちゃんと補って自分の心のコンディション、体のコンディションをちゃんと整えておくこともすごく重要です。そしてビタミン B 群やアミノ酸っていうのは心の安定のために必要なセロトニンとかね、寝る時にね、睡眠に関係してくるメラトニンの生成とかにも関わってくる必要な栄養素なので、それらをちゃんと取ることによって結果的にストレスコントロールしていくっていうことにもつながるんですね。なので、食事と栄養素をしっかり取るっていうのが、しかるべき栄養素をしっかり取るというのがですね、この副腎疲労のアプローチ、副腎疲労回復のアプローチになっていきます。そしてもう一つ大切なのが、ここでご紹介するとなると、コーヒーをやめること、カフェインをやめることです。このコーヒーとカフェインについてもですね、別動画で撮ってますので、下のリンクを見てください。カフェイン立ちが大事なんです。カフェインによって副腎って余計疲れちゃうんですよ。なので、今日からできるね、副腎疲労対策として、食事、血糖を安定させるための食事、そして体の中の神経伝達物質を整えるための栄養素、脳のための栄養素を取ること、サプリメントから取るということ、そしてカフェインをやめるということ。カフェインって言ってもコーヒーだけじゃないんですよ。その辺の話も別動画でしてますので見てみてください。この3点をしっかり取り組んでみてください。それによって皆さんの副腎疲労の状態が回復していきます。でね、副腎疲労かどうかっていうのは重金属のチェックをしたり、先ほどお話ししたね、このコルチゾールの状態をチェックしたりすることによっても、わかるんですけれども、やはりね、検査代だけでもだいぶお金がかかってしまいます。しかもその検査をしてくれる病院っていうのが、あちこちにあるわけじゃないんですね。本当の一部の特殊な病院になってます。ですので、少なくともね、今、心と体に不調を感じている。そして、副腎疲労、もう原因、もう訳もなく疲れてしまう。寝ても疲れが取れない。朝が辛いとか、うつ状態にある。これうつ病なんじゃないか。で、一生懸命治療も取り組んでるんだけども良くならないな。なんて方は、副腎疲労を疑って、まずは今日お話しした食事、サプリメント、カフェイン立ち、この3つを試しにやってみてください。副腎疲労っていうのはいきなり回復していくわけではないですけども、この3つをやっていくことによってですね、確実に体と心が楽になっていきます。副腎疲労についてはね、私も経験者としてね、また改めて動画を撮ってお話ししたいと思っております。興味を持った方はですね、今日ご紹介したこの2冊翻訳本になりますけれどもね、見てみてください。読んでみてください。以上になります。橋本翔太でした。